はい、こんにちは。山下夏美です。今回は12月の2日間ぐらいの映像をまとめていったんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。ちょっと波小さかったりはあるんですけど、その辺も踏まえながら喋っていこうかなっていうふうに思います。最初はね、スキムの映像になりますが、この日は流し波かな、メインは。流し波なので、トリックとかも踏まえながらやっていく感じなんですけど、で見ていただければね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、砂がね、砂利が多いんですよね、この日。で、そういう時はね、ちょっとサンドドロップのタイミングでも、できるだけ水が分厚いタイミングとか場所を選ぶと加速させやすいかなっていう風に思います。砂利置いてやっぱり板加速しないんで、できるだけウォーターに近い場所で落とすっていう。ウォーターにしては薄い、サンドにしてはちょっと水が分厚いみたいな場所を選んでおくっていうのがね、結構重要かなっていう風に思います。スキムに関して言えば。かなりちょっとその場所を探すのは難しいと思うんですけど、その辺意識してやっていけるといいのかな。で、この辺は、どんどん波が難しくなったので、ちょっと沖出てサーフィンで、スキムのイメージ、フロントサイドのイメージをメインで、はい、取りに行ってます。この辺は。特にやっぱり、このスカーフィンは、この横に走る感覚を養えるんで、例えばスキム苦手だけど、サーフィンはちょっとできるよとかいう人であれば、この横に走る感覚は多分取れると思うので、ぜひ可能な方は沖に出てみるのも選択肢の一つとしてはありなんじゃないかなっていうふうに思います。僕もなかなかそのスキムで横走る感覚がつかめないことが多いから、その感覚を養うために沖から乗ったりしてるっていう感じです。実際スキムじゃ取れない距離感のその波を沖から乗って感覚をつかむっていう風にやってるので、そうすると目線進行方向に送る方法であったりとか、例えばちょっとどんどん置いてかれそうな波とか、まさにこういうやつ、ブレイク早いけどしっかり前に出れそうなやつ、こういうやつとかをしっかり見つけて、そのパワーポジションをキープする練習にもなると思うんで、そういう意識でやっていけたらいいのかなっていうふうには思います。で、そういうパワーポジションがないなと思ったらトリック、テイクオフしてすぐトリックかけたりして、イメージとしては最後のターンした後の締めのトリック系であったりとか、そういうイメージの練習ですね。そういうのを交えてやっていけるといいかな。これとかちょっとバック押しきついからテイクオフ大変だけど、そこの今はフローターしましたけど、この最後フローターであったりとか、こういうところをしっかり試せるっていうのがやっぱり自分の練習の中では結構大きい役割を持ってるかなというふうに思います、このスカーフィンは。あとはこのレフト、バックサイド流し系ですね、スキムで言うと。その辺の波をしっかり取る、ポジションを見極めるっていう練習にもなってるかなっていうふうに思います。こんな感じで、同じようなちょっと日がこの後続くんで、ちょっとその辺もちょっと続き喋っていこうかなっていう風に思います。これはフロントを切り返してターン、よく今軌道修正しましたね。結構綺麗に。これとかもしっかり前出て、スープ気味であったけど前出てる感じ。これはしっかり横走れる場所探してターン。ワンアクションもうちょいかけたかったね。いかにこのテイクオフしてから波の先端出るまでの短い間で加速できるかっていう。今のとかちょっと加速足りなかったから、もうちょい前踏みたいですね、今のだったら。そういう意識的な部分とかも踏まえながら練習やっていけるといいんじゃないかなっていうふうには思います。
あとは最初加速させるのにこういう風にパンプ踏んだりとかして、そういう技術も練習していけるといいのかなっていう風には思います。今のアクションいいね。こんな感じで、今回はちょっとサーフィンとスキムで共通してちょっと僕が意識して練習してることを喋っていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。